人のやる気を削いだり、モチベーションを下げるのが上手な上司は、あからさまに目的に逆行してますよね。だから全部がうまくいくんですよ。立場をわきまえた上で、社長をうまく使う。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など、役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。今日ですね、自分の職場で、あの上司頼りないなとか、なんであの人が上司なんだろうみたいな人が何人かいるんですよ。無能な上司って具体的にどんな特徴があるのかなってちょっと思っていて、その辺、本社長の今までのご経験とか、知見とかからちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、どうでしょうか1個だけですよ。1個だけですか？人のやる気を削いだり、モチベーションを下げるのが上手な上司が無能ですよね。それ以外は無能かどうかって結構部下の主観だし、パートしか見てなかったりするし、どうでもいいかなみたいな。ただ上司としては、いつも言う通りマネージャーの管理職の目的って、部下を成長させることと、最大限の成果を出すことだけだから、最大限の成果を上げるっていうことと育成に関しては、人のやる気を削いだりモチベーションを下げるのが上手な上司は、あからさまに目的に逆行してますよね。やる気を出させたりとかモチベーションを上げさせるのが仕事かって言われるとちょっとあれですけど、とにかくでも、やる気を削いだりモチベーションを下げるのが上手な上司は最高に無能ですよね。最高に無能。やる気を削ぐとかモチベーションを下げるって具体的にどういう発言だったり行動だったりしますか？その人によって変わるんで、一般的に言われているようなことなのかな。なるほど。人によってはね、めちゃめちゃ怒ることが、もうなんか萎縮しちゃって余計なこと全部やらないみたいな、何もやりたくないみたいに思わせちゃうこともあるかもしれないし、逆にめちゃめちゃ叱った方が何くそこの野郎って頑張る人もいるかもしれないし、そういう上司って意図的に部下を追い込んでるのかなって思うんですけど、やっぱそういうマインドなんですかね？いや、それはね、多くの人が別に意図的に追い込むなんてことはしないわけじゃないですか。一部いるのかもしれないけど、なんでそういう態度とかになっちゃうんですかね？一つはだから好き嫌いとか、自分の好き嫌い優先しちゃったりとか、逆に言うと空気読めてないっていうか、相手の立場やっぱり全然読めてないから、自分が良かれと言った言葉が実は相手がモチベーション下げてますよみたいなことが分からないやつ。なるほど。そういう上司当てはまる人いるんですけど、そういう上司に対して僕ら部下はどういう対処法をしていけばいいんですかね？気にしなきゃいいんじゃないですかね。気にしなくていいんですかね？会社としての立場、ポジションからとか、社長からのポジションとか、もし上司の目線だったらとかいろいろありますけど、あえてここはだからメンバー、そういう上司がいるメンバーの視点だと、ポジションだとするんであれば気にしないのが一番ですよね。気にしない、難しいな。気にしちゃうですね。だって究極それでどうもできないんだったら、転職するか、異動願い出すかしかないじゃないですか。それが自分にとってプラスになるんだったら別にいいですけど、キャリア的にもね、内容的にもプラスにならないんだったら、対処するしかないですからね。なるほどですね。逆に僕が思うこういう上司無能だなっていう例が結構あって、例えば指示が曖昧で具体性がない上司とか。それもケースバイケースですけどね。ケースバイケースですか？僕としてはどう動けばいいか分からず混乱しちゃうんですよ。考えろっていう意思表示かもしれないしね。確かにそういう場合もあるか。責任を部下に押し付ける上司とか。それは人間的にちょっと微妙ですけどね。フィードバックがなくて否定的すぎる上司とか。さっきの話と近いかもしれないですね。感情的で一貫性がない上司とか。使いやすいんじゃないですか、本当。使いやすい。確かにちょっと違う視点で見たらそうかもしれないですね。なるほど。例えばですよ、その対処法の例で一つ言うと、例えば自分が営業だとしたら、営業ってちょっと仕事を見方変えると、相手に欲しいと言わせるとか、イエスと言わせるとか、そういうことをするわけじゃないですか。同じように上司を扱えばいいじゃないですか。営業相手だと思ってめんどくさいこの人にイエスと言わすためにはって考えてやるとゲームみたいになって別にそんな気にしないですけどね。ゲームみたいになると確かに
なるほどね。それはでもいいかもしれないですね。いい考え方かもしれない。そっか、気にしないっていうのは一番大きいのかもしれないですね。構えてたら気にしないじゃないですか。こういうことしたら上司が喜んでくれるんじゃないかとか、褒めてくれるんじゃないかって期待するから、がっかりするわけでしょ。いい意味で期待しなきゃいいんですよ。あんまり寄り添わなくていい。寄り添うとか寄り添わないとかどうでもいいんですけど、メンバーからしたら、自分の力を最大限発揮して、最高の成果を出すことを頑張る。まず自分のね。っていう話だから、別にそのために上司に寄り添った方が必要だって寄り添えばいいし、寄り添う必要がないんだったら別に寄り添わなきゃいいですよね。なるほど。ありがとうございます。見方変えると、だから無能な上司がとかって言っちゃう人って、多責ですよね。笑い話がやったらいいですけど、無能な上司のせいで自分がとかっていうのは多責じゃないですか。確かに。いつも言いますけど、無能かどうかって人によって違うし、パートによるし、結果上司がどれだけ無能だったと実際しても、その上司だからしょうがない結果が出ないのはって納得できるのは自分だけで、傍から見たら、第三者から見たら、でもあなた結果出てないんですよねって言われるだけだから、関係ないんですよね。なるほど。逆に無能だからっていうメリットもあるわけですよ、メンバーからしたら。頭良すぎちゃったら、全部やっぱりこう主導権向こうになっちゃうし、で無能なんだったらそれをうまく使ったら主導権こっち持てるかもしれないし。なるほど。確かにそういう視点もありますね。無能な上司だなってこう固定観念でずっと思っちゃって、どうやったらこの無能な上司やり返せるんだろうみたいな。やり返せるって言うのそういうことばっか考えちゃってたんですよ。やり返す必要別にないですよね。そこのマインド大事ですね。みんな他人に振り回されすぎですよ。モン社長はなんかこう若い頃とか社長の上に上司がいた時代とかっていっぱいありますよ。いっぱいありますか？例えば思い出す一つ目は、自分がこう現場のスタッフだった時に、要はなんかその配車係みたいな、このお客様の引っ越しにどの車誰を行かせるかみたいな、内勤で指示役みたいな、その人は無能なことがあったわけですよね。でもいい人なんで別に、ただそう能力が低いだけだったんで、手伝ってあげましたよね。これね、この人よりもこっちの人を生かした方がいいですよ、なぜならば。全体的なバランス、スタッフの能力を現場の目線から教えてあげて、こういう風に配車をすることの方が多分全体円滑に回りますよと。助言してあげて、言ってあげて提案する。うまくノーを言えないように、イエスって言ってもらうわけですよ。それを繰り返してると、僕がこれがベストだと思う配車に、一現場スタッフでしたけど、全部なるんですよ。僕はズルするわけじゃなくて、もちろん自分が一番その全体として考えて、一番行った方がいいところに行くわけですけど、そうしたら逆に言うとその上司は僕のアドバイスのおかげで、うまく会社が回るようになったとか、逆に何かあったら僕に話せるとか、なんかそういう風になるんで、関係も別に良好になりますし、だから全部がうまくいくんですよ。だから会社も全部円滑に回ったらいいし、僕も別にいいし、上司も上司である程度結果が出せるからいいし、みたいな例はありますよね。僕は結構上司の仕事奪っちゃいますけどね。嫌味なく奪っちゃいますけど、なんでお前できねえんだよみたいな感じじゃなくて、うまーく動かしちゃいますけどね。なんか言い方悪いですけど、実験握っていくわけですよ。でも関係は良好なんですもんね、上司との。それってやっぱ一番のポイントは、自分の利益のために上司を動かしてるわけじゃないから。全体のことを考えて、全体最適を考えて提案してるだけなんで、上司からしても、お前が早く帰りたいだけじゃないか、お前が楽したいだけじゃないかじゃないんで、ノーは言いづらいですよね。なるほどね。これが自分が早く帰りたいだけだから、この案件がいいんだけど早く帰りそうだからとかって言ったら、こいつめんどくせえなって思われるかもしれないですけど、ないですよ別に。あとは似てますけど、前職の時に正直社長が使えなくてですね、仕事しないんですよ。仕事しない。でも別にそんなのもう割り切りですよね。そんなこと気にしてる暇ないし、こっちは。確かに。むしろ
逆にそれを何も文句言わずに、はい。自分がやるべきことやって、うん。本当にどうしても困った時に、むしろ社長に、この仕事やってくださいって言ってこっちからお願いする。今困ってるんですって。ムカつくとかそういう感情はないんですか、社長に対して。ゼロではないかもしれないですけど、逆にムカついて何がありますって話なんです。はだってそれが本当に嫌だったら自分で会社作ればいいじゃないですか。それは別に俺やってないし、立場をわきまえた上で、社長をうまく使うのを言えなくしちゃう。これも全部さっきのポイントと一緒ですよ。自分の利得だけを考えて交渉してるわけじゃないから、全体最適を考えるんだから、本来あなたとしては全体最適でしょ、社長だから。その代わりに僕は提案してあげてるだけだから、なるほど。ノーって言えないですよね、これね。だから僕なんか昔その社長とのやりとりで一番自分で笑ったのは、どうしても無理な工程の長距離便があって、普通の一般の従業員に生かすと昔なんでね、寝る時間が確保できないなみたいな、仮にこれで事故られても困るし、さらに人が足んないから生かせるとしてもいいやつを生かしちゃうと今度他の仕事が困っちゃうしみたいな時に、本来自分がやるべき仕事はまさにだから配車係みたいな仕事だったわけですよね。管理職だったんですけど、毎日そこで管理をしてるんで、いろんな案件をやっぱ分かってるわけですよね。でもそういう状況が起こった時に、僕がその長距離便に自分で行こうかと思ったんですよ。自分で行くんだったら、別に睡眠時間が削られようとも責任取れるし、事故らない自信もあるし、より一層気をつけるし、僕がそれに出ちゃったら僕のこの司令塔ポジションが空いちゃうじゃないですか。で普通だったら多分みんな社長に言うとかないと思うんですけど、僕はどっちも困るなと思ったんで、僕は社長に長距離行ってもらおうと思ったんですよ。ちっちゃい会社だったんでね。そっちの方が絶対全体うまく回ると思うんです。なるほど。だっていきなりポッと社長が来て司令塔ポジション立っても前後がわからないから、混乱するだけだ。僕も帰ってきて余計な仕事増える。あったら社長が事故ったら社長はもう社長の責任なんか知らないし逆に言うとその社長だったら別に言い方悪いけど老朽関係ないし、だから社長にすいませんと、どうしても人が足りないんですと、どうしてもですと、選択肢が2つありますと、1つは社長にちょっと僕のポジションにこの1日入ってもらって僕その代わりに長距離行ってきます、2つ目は社長が長距離行ってもらって僕が司令塔のポジションでいつも通り回しますと、社長としては仕事の違いはこれです、全体的な影響からするとこうですって言いまくって、要は直接は言わないけど社長がこの仕事行ってくれた方が無事に会社は丸く収まる、言ってったら分かったよ、俺が走ってくればいいんだろお願いしますって言ってみたいに面白い、でもね、理にかなってるというか全体最適考えたら一番いいんで。なるほどね、確かに上司をうまく使うっていうことですもんね。正直言って、その人はいい人だったけど、社長としての仕事としてはクソでしたクソだからってムカついてすいませんもうどうしようもないんで上下行ってくださいよみたいな、言ったところで別にどうしようもないじゃないですか。なるほど。おいくつぐらいの時の話ですか？18ぐらいです。18歳？これもだから考え方変えればいいんですよ。仮に自分が営業だったら、何か売るというのは仕事で、相手にどうしても売りたかったら相手がどんな相手だろうととりあえずイエスって言わせるのが仕事じゃないですか、やるべきことですよね、そういうふうに考えたら皆さんも営業だとしたらこういう相手にどうやって買ってもらおうかみたいな、イエスって言ってもらおうかって考えるわけじゃないですか。それがとんでもない人だろうが、なんだろうが、一緒ですよ別に。なんで営業先だったら変な人もある程度もうそういう人もいるよねって飲み込めるのに、上司だったら飲み込めないのかみたいな話で、それお客様に言うんですかと、あんた無能なお客様ですね言うんですかと言わないですよね。言ってもしょうがないから言わないわけですよ。本当そうですね。貴重なお話ありがとうございます、明日から上司に対するマインドをガラッと変えてみようと思います、ありがとうございました。僕が思う無能な上司は人のやる気を削いだりモチベーションを下げるのが上手な上司ですね。さすがに無能だと思いますと。それぞれ無能の定義は違うと思いますけど、そういった上司に対応するコツとしては気にしすぎないですね。うまく扱いましょう、うまく動かしましょう。相手に嫌なことを言わせないようにとか、相手にイエスと言わせるようにとか、自分なりにいろんなことを考えて接していくとうまく回るんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。